戦士が眠っていると顔に蛇が絡みつきました。戦士の妻は恐れではなく予兆をそこに見ました。ものすごい力が自分の夫に栄光か破滅をもたらすだろうことを。今はただ奴隷に過ぎません。ローマに征服された地域から連れてこられた幾百万の人々の一人で、彼らは鉱山労働や畑仕事や大衆の見せ物のための死闘をさせられていました。彼は現在のブルガリアに住む遊牧民のトラキア人で、ローマ軍で戦う兵士でしたが、脱走した角で投獄されました。名をスパルタクスと言いました。スパルタクスは剣闘士を訓練しているバティアトゥスという男によってカプアに連れてこられます。剣闘士養成所での生活は厳しいものでした。新入りは誓いを立てさせられます。焼かれ、縛られ、撃たれ、剣で殺されようとも主人の命は絶対でした。しかし過酷なしごきもスパルタクスの心を折ることはありませんでした。紀元前73年、スパルタクスは73名の奴隷を従え、台所から取ったナイフや櫛で戦いながら脱走し、途中で剣闘士の装備を積んだ馬車を奪いました。他人のために戦うのはもう終わりにし、自由のために戦うのだと。この知らせがローマに届いた時、元老院はヒスパニアやポントス王国との戦いに忙しく、言うことを聞かぬ奴隷に構っている暇はありませんでした。法務官クラウディウス・グラベルは大事とも思わず3000の兵を率いて、反乱者が隠れるベスビオ山に赴き、山へと通じる唯一の道を塞ぐと、あとはただ待って兵糧攻めにすればよいと考えました。反乱者たちは真夜中につる草のロープで崖を降り、グラベルの無防備な野営地を側面から襲いました。ローマの反逆の剣闘士の伝説がこうして始まりました。反乱の噂が広まると、逃亡した奴隷や脱走兵、飢えた農民などがこれに加わりました。その多くは戦いの訓練を受けていませんでしたが、スパルタクスの巧みな戦術により効果的なゲリラ部隊へと変わりました。法務官バリニウス率いるローマの第2の遠征軍は司令官の沐浴中に奇襲を受けました。反乱軍は敵の死骸を衛兵に見せかけてローマ軍の残りをやり過ごし、バリニウスの馬を盗んで逃亡しました。奮い立たせられるような勝利と戦利品を平等に分けるという方針のため、スパルタクスに従う者は増えていき、村々も支配下に収めて武器を作りました。ローマは相手が単なる逃亡者の寄せ集めでないことを悟り、紀元前72年春に元老院は2つの軍団を持って全力で報復に出ました。反乱軍は勝ち続けましたが、この戦いで多くの者が死に、その中にはスパルタクスの副官クリクススもいました。クリクススの名誉をたたえ、スパルタクスは弔いの試合を開き、捕虜のローマ兵にかつて反乱軍の者たちが強いられていた死闘を演じさせました。紀元前72年の末にはスパルタクスの軍は12万という大軍になっていましたが、その大きさゆえ統率が難しくなりました。アルプスへの道を遮るものはなく、スパルタクスはローマの国境を越えて人々を自由にしたいと思いました。しかし大きくなった彼の軍は傲慢になっていました。多くの者は略奪を続けたいと思い、ローマへ進軍することを望む者もいました。結局反乱軍は南へと向かい、自由になれる最後のチャンスを逃しました。一方ローマではマルクス・リキニウス・クラッススが軍を引き継ぎました。ローマの最も裕福な市民として新たな8つの軍団でスパルタクスを追跡し、反乱軍をイタリア半島のつま先に追い詰めました。船を作る試みが失敗し、地元の海賊の裏切りにも遭い、反乱軍はクラッススの包囲網を破ろうとしましたが叶いませんでした。ポントスとの戦いから戻ってきたローマの援軍が反乱軍の隊列も士気も打ち砕きました。紀元前71年に最後の抵抗が行われます。スパルタクスはクラッススにあと一歩まで迫りましたが、100人隊長に倒されました。反乱軍は敗れ、6000人の捕虜がアッピア街道沿いに貼り付けにされました。ローマの意向を誇示するためです。クラッススは戦いには勝ちましたが、何世紀も語り継がれたのは彼ではありませんでした。数千年の後、世界最強の帝国を揺らがした奴隷の名は、自由と自由のために戦う勇気の代名詞になったのです。
テッドエドは質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。